Bonjour, c'est Paris. Bienvenue à Paris. Français mensole。バーソーさん、ここフランスじゃなくて、どう見ても那覇ですけど。本当夢がないな。だって見て、エッフェル塔もあるんだよ、あっち。エッフェル塔あれ？エッフェル塔です。今回はフランス人の休日というテーマで、那覇市で楽しめるもうフランス関係のお店だったり素敵な場所を紹介したいと思います。やったー。早速行きましょう。せーの、レッツゴーやー。on y va, c'est parti。行こう。皆さん、チャンネルの応援をよろしくお願いします。Merci de soutenir la chaîne。スタート。いい匂い。もう朝からそそられるけど。こんにちは。よろしくお願いします。こちらランヴォールっていうお店なんですけれども、フランス語でランヴォールっていうのはもう飛び立つとかそういう感じなんでしょう。こちらはどういったコンセプトのお店になるんですかね。もともとフランス菓子を中心とした品揃えで、もう約10年ぐらいになりますかね、やってたんですけど、昨年の冬あたりぐらいからグルテンフリーの商品をもう多数置くようになって、新しいフランス菓子っていうのを自分なりに構築していってる。グルテンフリーっていうのはね、アレルギーとかのある方も、ね、かなさんもまだちっちゃいお子さんがいるので、もしねアレルギーがあったりとかすると、やっぱり安心ですし、すごいですね。こうやってさ、もう工房もうこのレストランでいうオープンキッチンで作ってるところが見れるみたいで、後ろの方で作られてるのはこれはフランですか、キッシュですか。これはチーズケーキですね。チーズケーキです。いや、もうこれも美味しそうですけど。焼きたてがありますね。フランス人ってさ、朝はもう甘いものなんですよ。パンにジャムだったりとか、もうクロワッサンだったりとか。ありますね。こちらもなんか特別なクロワッサンですか。そうですね、沖縄のきび砂糖を100% 使って、バターはもちろん純バターという。純バター。今日でもちょっと食べてみたいですね。何かたくさん種類ありますね。おすすめとかありますか。この赤い果物が乗ったタルトフランボワーズっていうものとフランボワーズが超大好きなんですよ。木いちごになるのかな、日本語で。あとは何かありますか。その隣にあるショコラクリュっていう。ショコラクル、フランス語っていうのは食べ物に関する生。ショコラクって言ったら生チョコっていう。生チョコ。でもケーキとかっていうと結構、特にこういう果物のタルトとかだと、よく例えばアーモンドパウダーとかそういうのを使ったりしてるんですけど、そこら辺はどういう感じで作られてるんですか。アーモンドパウダーをごまときな粉に置き換えて。面白い。すごい。もうしかも日本らしいきな粉とかね、ごまも含めて、いいですね。じゃあぜひぜひその2点をもう特別にこちらで試食させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。来ました。もう木いちごフランボワーズ。いい香り。でも甘すぎない香りでいいですね。じゃあ僕はもうこうそのままがっつりフランス人風にそのまんまいきます。いただきます。美味しそう。C'est bon. C'est bon. C'est très bon, très bon. とってもってこと？そう。ね、こういうタルトとかって中の生地って結構それこそアーモンドペーストを使ったりしてるじゃないですか。これはね、確かにきな粉とかの少しした風味が出てるんですけど、違和感ゼロで、もうこの甘みと酸味が合体してて、甘すぎずくどくなく、めっちゃいい。これも甘すぎないです。とっても生地もしっとりしてるし、チョコが何層にもなってるんですけど、濃厚だけど甘すぎず美味しい。これはマジでおすすめです。これとっても美味しいですね。
フランス人はねこうやって、朝から美味しい甘いものを食べてテンション上げるんですよ。こうやって、これはテンション上がる。こうやってね朝からこうカーってわあ美味しい頑張ろう一日っていう感じでね。わかる。いやなんて美味しかったんだろう、皆さんもぜひぜひ美味しいもうフランス菓子でもグルテンフリーを食べに来てください。本当にありがとうございます。ありがとうございました。さあ那覇市でフランスの休日、フランス人の一日の始まりはね甘いものからということで、もうね今甘いものを食べてお腹を満たしてきたんですけれども、お腹を満たしてから何をするかというと、フランス人はねアンティークとか飲みの市とかこういうアンティークショップで宝を探すのが大好きで、うちのお母さんとかもねフリーマーケットとかは大好きでよく買いに行ったりとか自分でも出店したりしてて、子供の頃からのものを全部売られてしまったっていうぐらいフランスに帰った時にあれもうなんもないけど全部売られましたけどっていうゲームだったりとかで、今日は那覇で素敵なアンティークショップを見つけたので、そこに行きたいと思います。やったー、行きましょう。もうディスプレイがね素敵ですけど、すごいでしょう。こんにちは。こんにちは。かなさん。素敵でしょう。すごい華やかで。セレクトのアンティークショップですよ。素晴らしいです。なんか神秘的な空間ですよね。ですよね。あれ？お店の方は店員さんですね、こちら今かなさんがおっしゃった通り本当にとても神秘的な場所でも古いアンティークのもう何百年前のものあるんですけれども、店主の美香さんご自身もねとても神秘的な方でも妖精みたいな存在なのでカメラには映らないそうです。この辺にいるんですけれども映らないんです、神秘的すぎて。なので本日は我々で僕もねちょっともうおばあちゃんひいおばあちゃんのお家で子供の頃見かけてた商品を紹介しつつ回りたいと思うんですけれども、本当にたくさんありますね。いっぱいあるんです。もうこう懐かしい。これなんだろう。これ容器入れ物なんですけれども、今ほらいろいろ真空パックだったりあるんですけれども、当時はこういうものを使ってで何を入れるかはそこに書いてあるんですよ。カフェとかシュクとか、カフェわかりますよね。カフェ、コーヒー。コーヒー。シュクは何？シュクはお砂糖でございます。お砂糖だったり、これも本当にいろんなものに使ったりもペッパーだったりお塩だったり、当時の調味料には大変使われてたんですけれども、僕高校生の頃までひいおばあちゃんがもう生きてて97まで生きてたんですけれども、もうとっても古いフランスのうちで本当にそれこそもう19世紀ぐらいのものも、もう残ってたんじゃないかと思うぐらい、本人がね1901年生まれだったんですよね。そうなんです。だからね見たことあるもの、このキャンドル、キャンドル差しっていうんですか、キャンドル、ここにキャンドルを、ここにキャンドルをつけて、もはや電気がまだない時代だったんじゃないかな、特に田舎だったので、でもやっぱりフランスといえばシルバーなんです。シルバーショップね。カトラリーですけれども、こちらね説明書きがあって、もう有名なクリストフルっていうメーカー、もう本当にすっごい高級ブランドなんですけれども、こちらがなんと19世紀半ばでマリー・アントワネットのお気に入りとしてフランスの西で広く愛されるパターンでした。マリー・アントワネットですってよ。そしてシルバーといえばぜひこっちを見ていただきたいです。これがですねシルバーフランスという有名なブランドで、実はうちにもあったんですよ、実家には。でこれはどういう時に購入するか、購入というかもらうかと言いますと、もらうもの？結婚祝いとしてもらうことが多いんです。そうなんです。フランスは日本と違ってご祝儀ではなく、新郎新婦がデパートに欲しいものリストを作るんですよ。で来るゲストはそのリストの中から選んで、この結婚式とか披露宴とかパーティーとか全部終わってから新郎新婦がそのデパートにいて新生活に必要なものをそこで揃えるっていうことなんですけれども、これ高いんじゃないですか、相当。じゃあクイズです。いくらぐらいだと思いますか？20万とか？でも10万ですね。これ全部セットで買ったら向こうでもっと高い？
いやもう50、60だったりと、その作られた時代とかによってなんですけれども、もうシルバー100%だったりもするし、もうちっちゃい一番ちっちゃいスプーンでも多分5000円とかなので、だからもうそれで単純に計算して見てください。もうデザインがとっても繊細ですもんね。本当にそうですよね。なんか使うのもったいないっていうくらいになっちゃう。そしてね、話によりますと、これ18世紀の男の子の、もう上のね、お洋服ベストみたいな感じなんですけれども、こんなのを着てたのはやっぱり貴族ですよ。そうなんだ。もう誰でも着てたわけではないですからね。はい、こちらを見てください。こちらが、リモージュっていうところの磁器、ポルセレンヌ・ド・リモージュっていうんですけれども、フランスで一番有名なね、皿とかカップとかを作ってるところで、本当にこの繊細なもう絵柄、もう淡い色を使って、基本的に白メインなんですけれども、そしてね、ぜひ手に取っていただきたいのが軽いんです。すっごく軽いんです。ポルセレン・ド・リモージュ、リモージュ磁器が。これはね、もう本当に何百年前からあるもので、これもね、結婚の贈り物だったりとか、これもね、もう本当にこのコレクターの方だったらもうとても貴重なものですよ。これはいいじゃないですか。これでティータイムなんか楽しんで、もうマリー・アントワネットですよ。ね、気持ちはマリー・アントワネット。本当にマカロン食べながらマカロン食べながらですね。いや、実はこちらのお店、県内外から70名近くのコレクターがもう主にヨーロッパのアンティーク集めて展示販売をされているので、皆さんぜひぜひこの時代と神秘さを味わいにいらしてください。ジェファン、美味しいの食べたい。お腹すいた。お腹すいた。どうぞ。こんにちは。Bonjour, comment ça va? Oui, ça va, très bien, toi. 素敵な挨拶。フランス風のビズビズっていう、そうなんです。びっくりしちゃった。はい、もうビストロモンマルトル、いや僕本当に気に入ってるもうお店で、中にいながらもうフランスの味楽しめるんですけれども、どういうコンセプトで？オープンが2011年の12月で、もう14年目になります。はい、おかげさまで。はい、シェフがフランスで修行していた時にモンマルトルに住んでいまして、そこにちょうど修行中住んでいたので、マカビの丘をちょっとモンマルトルの丘みたいな、マカビの丘がいいですね。はい、そういう感じで。またどういったメニューとか出されてますか？お食事の方はテロワール、この、もちろん土地の地元で採れたものであったりとか、そういうものを生かしたフランスのこのコンセプトというか、地元のお魚ですとか、あとはもう豚もフランスすごくいろんな豚料理があって、沖縄もそうですよね。なんか似てるものがあるんですね。ある。そういうことをこう文化も一緒に楽しんでいただけたらなと思って。いいですね。今日ちょっと美味しいフレンチランチをいただけたりできますかね。楽しみにしております。よろしくお願いいたします。どうぞお席の方に。はい。いやシェフ、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。こんにちは。よろしくお願いします。もう相変わらず豪華な料理を作られてるんですけれども、これまではどういうレストランでどういう経験を歩んでこられたんですか？はい、私修行時代は東京で約7年間ぐらいですね。いろんなフレンチレストランで働きまして、99年にフランスに渡仏しました。はい。で、パリを中心にいたんですけれども、パリでは、レガラードっていうビストロ、当時最も予約の取れないビストロと言われていた。その後は、当店の店名でもあるんですけど、モンマルトルにある一つ星のレストラン。ミシュランの。はい。そうですね。なんていうところですか？ボービリー。
っていう。ボフィリエ、はい、星がついてる、ミシュランの星がついてるレストランってもうそうそうないよ、数えれるぐらいですよ。なのでそこで働かれてたっていうことで。そうですね。で、最後はパリの三つ星のピエール・ガニエル。ピエール・ガニエル、はい、三つ星、もうそのね、そういう素晴らしいところで働かれてたシェフの作った料理をぜひもう食べたいと思いますので、はい、今日のランチですね。ランチは、前菜は鮮魚のカルパッチョ、これは沖縄の近海で揚がったシチューマチっていう白身魚ですね、はい、これをお塩とハーブとオリーブオイルでマリネしたもので、ソースが糸満で採れたオーガニックのハーブのソースと、オレンジ色のソースは、島人参と沖縄の生姜もちょっと入ってる。すごいいいですね。沖縄の素材を使ってこうフレンチ料理っていう。そうですね、はい、当店のコンセプトでもあります。それが、はい、本日のメインディッシュはプティサレ。プティサレはオーベルニュ地方の伝統的な料理なんですけれども、塩漬けにした、豚肉、主にバラ肉とかを使うんですけど、それを柔らかくなるまでコトコト煮込んで、最後表面パリッと香ばしく焼き上げたお料理です。では召し上がってください。はい、ありがとうございます。ボナペティ。メルシボク。メルシボク。いただきます。とろける？とろけます。本当に。こう柔らかくて。食感がね、柔らかくて。新鮮で。で、風味もすごいあって。すごいこうハーブの風味がすごい引き渡ってるんですよね。で、このタブレっていうのはフランスだったりするとちょっとミントとかも入れたりするんですけど、どうかな。おいしい。入ってるいろんなハーブが来ましたよ。フランスの風景、今来ましたよ。フランスの風景、本当に。ガラズも去年行ったからいろいろ思い出してくれるんじゃない？中にいながら時のフランス旅が思い出せますよ。蘇ってくる感じで。じゃあ続いてメインのいきましょう。プチサレ。美味しそう。いただきます。いただきます。こんな美味しいの初めて食べた。これさ、フランス料理とはいえ、これ絶対沖縄の人が好き。もう大好きです。豚の調理の仕方も煮込んだ感じと、この肉の柔らかさでありながらも深みがあって、沖縄のやっぱり豚肉たくさん食べられるじゃないですか、それと共通してる部分もあるんですよ。この三枚肉だったりとか、いろんな沖縄伝統料理にあるのが、これまさにコラボレーションですね。本当表面がねパリッとしてて美味しいし、で中がとってもジューシー。本当確かに沖縄のお料理感もあるし、そうなんですよ。っていうね。だからね、フレンチがハードルが高いな、ちょっとなかなかいけないという方でも、このプチサレ、皆さん覚えてね、プチサレ。このプチサレを食べれば、なんかいつも安心できる沖縄の方でもっていう感じで、本当なんか共通点があるみたいな感じで。フランス旅行はちょっとハードルが高いんだけれども、誕生日とかの時にいいかも。中でフランス味わいたいんだったら、ぜひおすすめですので、皆さんぜひぜひ来てください。さあ、午後の部一箇所目お買い物。やった、ショッピング絶対喜ぶって分かってた。絶対。じゃあでもね、デパートリューボには来てるんですけど、やっぱりフランス関係のショップっていうことで、まずはこちらですね。フランスといえばロクシタンさん。やったー。もうね、やっぱりこのロクシタンの文字を見るだけで、南フランスのもうなんかラベンダー畑とかオリーブ畑とかを連想するので、これ使ってる。もう普段から愛用してるんですね。あと例えば冬とかちょっと乾燥する時のね、このバードキャリテだったり、すっごく保湿性がいいのでいいですね。私これ使ってる。どれどれ。こ
このハンドクリームもね、すごいいいじゃないですか。いいんですよ。こんにちは、いらっしゃいませ。ようこそ6歳へお願いします。南フランスのプロバンス地方に1976年に誕生したブランドで、プロバンス地方の伝統的な手法でしたりライフスタイルを取り入れたブランドとなっております。やっぱり南フランスって結構ゆったりしたライフスタイルで、お食事も楽しむ、お昼寝もする、暑いからこれがもうリオの商品に反映されてるってすごいですね。フレグランスだったりボディケア、ヘアケアをご用意しておりますね。もう全身ですよ。全身がプロヴァンスだよ。そうそうそう。全身がプロヴァンスで歩いただけで本当にこのオリーブとかラベンダーがやっぱり有名なところなので、夏にぴったりなお二品ご紹介させていただきたいんですけれども、まずバーベナというハーブを使ったボディシート。ベアベーヌだ。これ結構すごいおばあちゃんの知恵っていう感じなんですけれども、ベアベーヌってすごく落ち着く効果があるんですよ。だから寝る前にね、一番飲むように言われる。ちょっと僕試していいですか？ぜひお試しください。ちょっとこう、はい、ひんやりクール感が感じられると思います。スーッとする。クールダウンできてます。ひんやり。かなさんもなんか試してみて。ぜひ同じ香りの日焼け止め。日焼け止め？もう女性が嬉しい。すごくみずみずしい質感になりますので、うるっとこちら海の環境にも配慮した処方になっているので、しかも環境をね、はいあれして、もう愛用いたします。ありがとうございます。さあ次は誰もが知っているフランスの名ブランドなんですけれども、はい、こちらもう歴史あるランコームさんですね。こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。今年90周年になるんです。ランコム。すごい。歴史ありますね。創設者の方が香水を作る調香師の方で。香水大好きなので、ちょっと香水だ香水からけ先に匂い嗅いでいいですか？優しい、甘いけど高級。本当。わーって続く感じで。わかるよね。あとこのトレザーはもう昔からフランスで有名な香水、もうランコムさんといえば、このジャストマンもよく CM を見かけてたよ、これは。と、はいどうぞ。学生高校生の時にボルドー住んでた時に香水屋さんとか入って2時間とかいろんな香水を。もう大好きなんですね。そう大好きなんですよ。あ、もうこれね、フランスでもちょっとお上品な方の香りでしょ。本当だ、上品。ちょっとマダムの方々のもうが愛用する香水なので。私にはまだ早いかもしれない。これはもうちょっとだけ早いですけれども、このジャスミンもいいですか？はい、ありがとうございます。ダメだ、全部もう止まらないよね。高校生の楽しみ方を思い出して全部書きたい。高校生の時からってすごいおしゃれな高校生ですね。本当ですね。これジャスミンだけど少しスパイスが効いてて、女性用ですけど男性でもありえるかも。そうですね。これいい。ああ、本当爽やかな感じ。もうでも香水はもうこの辺にしましょう。で、多分番組3本ぐらいの香水だけでいけますから、ちょっとぜひね、かなえさんにおすすめの商品があったらお願いいたします。お願いします。こちらの美容液になるんですけれども、美容液。はい。ぜひ、かなさん、どうぞ。すぐ浸透していきますね。なんか、こう自分の手が美味しそうに見えてきた。なんかフレッシュな感じに見えてきますよね。これどういう効果があるんですか？これは回復美容になってまして、皆さん回復力持ってはいると思うんですけれども、その回復力をさらに高めてくれる。それをもう助けてあげるっていう感じですね。ちなみにごめんなさい、僕もこの中できっと一番年上だと思うんですけれども、さらにいろいろこうお肌にすごい効果がありそうなポスターが後ろにあるんですけど、すごい見つけるのが早い。体が欲してるかもしれない。医療から着想を得たアブソリュートというかもう絶対的っていうことですね。宝石かのようにこうガラスのディスプレイに入ってますよ、上からを。すごい。少ししっかりしてるクリーム。そうですね。そうですね。しっとりしてる。いい香り。そう、ランコムローズの。ランコムローズ。はい、ランコムローズが入ってます。何ですか？高価な貴重なバラ？フランスで採れるバラが入っております。バラのエキスが入っております。ランコム特有の
バラの種類があるってことですね。コムローズ、ランコムローズ。ランコムローズなんか手が喜んでます。だから喜んでますし、少しこういう素敵な香りを嗅ぐだけで、もうなんか高貴な気持ちになりますし、また女性香水とはいえジャスミンのは男性でも使っても何の違和感もないと思うので、個人的にまたぜひ来ますので、ゆっくり来ます。ジャスミン多分近々購入します。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お買い物、ショッピング楽しいね。もうフランス味わいながら。本当ですね。そして最後のちょっと寄ってみたいと思ったお店はこちらですね。ワンダーキューブさんっていうお店なんですけど、こんにちは。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。こちらどういったお店になりますか。ヨーロッパ各地のいいブランドをそれ揃えたスペシャルなショップになってます。じゃあフランスのブランドもあるということですね。もちろんです。はい。一番もう象徴的なのがケンゾー。これはカジュアルラインの建造になるんですかね。そうですね。可愛い。すごい。めちゃくちゃ可愛いです。思い出話していい？大学生の時に映画館でバイトしてたんですよ。初給料の時にご褒美に買ったブランド物の自分で買ったことがなかったんで、初めて買ったのはケンゾーのシャツでした。全給料消えたけどね。すごい。ありがとうございます。嬉しいです。じゃあそんな思い出が。今でも持ってるよ。25年後。アクセサリーとかでもフランスのものがあったりしますか？アクセサリーもフランスのブランドさんで。これフランスなんですか？もう全部フランスです。はい。ジュスティーヌ・クランケってフランスのブランドさんで。そうです。しかもアレルギーがないようにニッケルフリーっていうので、銅と亜鉛しか使ってないので、金属アレルギーの方でも怪我なくさらっとつけれるっていうのがこのブランドのいいところなので。アクセサリーとかもカバンとかもシールとかもあるんですけど、そうですね。僕らの中でも人気なのがピエール・アルディってフランスのブランドで、はい。彼実はエルメスのシューズデザインは全部彼がやってます。これはもうショルダーがついてるんでショルダーで。ショルダーにもできるし、でもこう手で手持ちでもちろん。このかっこいいんじゃない？さらっとに行く時にも。かっこいい。パリコレ気分。似合う。いいパリコレ。いいっすね。ちょっと金谷さんかけてみて。可愛いんじゃないですか。でもテクノなのにポイントとしてなんかすごい上品に見える。これがポイントとして素敵だな。アクセントになります。いいアクセントになる。いいアクセントで。なんかスポーティーな格好でも合いそうじゃないですか。結構意外と何でもいけそうですね。いいな。可愛い。いいですね。いや、またぜひぜひゆっくりよろしくお願いします。おお待ちしております。そしてカナさん、買い物もいいんですけれどもね、やっぱりフランスを味わうんだったら言葉からだと思うんで、次はちょっとお勉強のコーナーですよ。フランス人の休日は習い事もやりますんで、皆さんもお楽しみに。さあバンソンさんがフランス語を勉強しようって言ってたんですけど、こんなところに語学学校ってありましたかね。どこだろう。あれ、バンソンさんが看板になってる。これバンソンさんの等身大じゃないですか。すごい。バンソンさんここにいるってこと？いや、行ってみましょう。ここですかね。看板にバンソンさんいる。ここです。もう間違いないですね。ちょっと入ってみましょう。楽しみ。Bonjour. Bienvenue à Ici France. Ici France へようこそ。Ici っていうのはですね、フランス語でここっていう意味なので、ここがフランスだよ。那覇の中でもフランスを味わえる場所をここで一緒に。もちろんフランス語、英語、他の言語、また外国人向けの日本語をいろんな言葉を学んでいろんな国際交流をしましょうっていう場所でございます。素敵。私ジル・バンソンが自ら教室長を務めるカルチャーサロン&語学教室っていう素敵な場所でございます。本当にバスターミナルまたは旭橋駅から徒歩 1,2 分です。はい、もうぜひ授業やりたいと思いますので。いきなり？はい、そうですよ。かなさん、今日フランス語の特訓ですよ。今日座っていいんですか？もちろんです。ありがとうございます。ということですね、こちらはもうサロンということなので、こうやってね、お茶を飲みながらアットホームな雰囲気で楽しく言葉を一緒に学べばと思いますけれども、今日は
かなと見てる皆さんにフランス語クイズを予定してますので、それを一緒に考えてみたいと思います。さあ第1問、フランス語の1、2、3は1、2、4 1、2、3これ聞いたことありそう。1、2、3 1、5、10。さあどれでしょう。難しい。なんかどれも聞いたことありそうな言葉だった。これはですね、ちょっと聞いたことある。2番。ウノドストレス。ウノドストレス。残念です。嘘。ウノドストレスは1、2、3ですけど、はい、スペイン語でございます。自信あったのに。そうなんだ。正解は C のアンドゥトワ。アンドゥトワなんだ。おしゃれなんか。アンドゥトワなんですけれども、じゃあ次は日本語でカタカナで使うフランス語を本当の意味を確認しますね。はい、次のうちエスプリ聞いたことあります？エスプリありますねとかって言ったりします。日本語でも全く関係ない。違うの。エスプリじゃない。エスプレッソはコーヒー。エスプリはでもこれ正解言ったらだって答えになるんでエスプリとは何なのかってちょっと考えて。エスプリっていうのは A サバ、魚のサバですね。エスプリがサバ。B 精神また鋭いセンス。エスプリ。C トランペットのこと。D 小鳥。でもこれはセンスあるね。センス持ってるね。はい、昨日聞いたちょっとフランス人らしいヒューモアが含まれた発言に関してエスプリあるねってちゃんと考えて2層3層ぐらいの深さがある発言だねとかっていう時でエスプリっていう言葉を使います。同じ感じで次の問題はですね、次のうちアラモードとは？アラモード聞いたことないよ。アラモード。A 古めかし、B トレンド流行、C プリン、D 甘い。確かになんかレストランのレシピメニューで見る感じかも。そうですよね。アラモード。そうですよね。これはじゃあ勘でプリン。ブブー。違う。確かにメニューにプリンアラモードってあったりするから引っ掛けとして作ったんですけれども、アラモードっていうのはトレンド、流行りの、流行の、だから旬のプリン、流行りのプリン、みんなが好きなプリンっていう意味でございます。まあ今日はね番組のために特別にちょっとクイズだったんですけれども、こうやってね楽しく一緒にフランス語習えるので今日ちょっと覚えたかな？ちょっと覚えました。さらに那覇にいながらフランスに近づけたかな？はい、そんな感じがします。よかったです。じゃあ次はアペリティフを味わいに行きたいと思います。最後にはなんだかわかんないけど行きましょう。さあ暗くなってきて、朝戸らへんにやってきて境町のすぐ入り口なんですけれども、いよいよアペリティフの時間でございます。こちらで立ち飲みワインバーバンバンっていうところで実は常連でございます。どうぞ。ありがとうございます。こんばんは。いらっしゃいませ。お久しぶりです。もうね実は昔大道に住んでたんですよ、このすぐ近く。よくね撮影帰りとか仕事帰りとかもうふらっとね寄っていろいろまあ少し飲んだりしてたんですけれども、まあこれを言えばさっきからずっと出てるアペリティフということは何なのかちょっと分かったかな？立ち飲み。ちょっと違う。食前酒、食べる前の集まってみんなちょっと乾杯する時間のこと、またその食事前に飲むお酒のことをアペリティフって言います。当店はですね6年前にオープンしまして、全世界のワインを20種類以上グラスで味わえるというカジュアルなバーになっております。まずグラスで頼めるので飲み比べがいろいろできますっていうのが一つ。もう一つは超高級ワインを本来だったらボトルでしか頼めない高級ワインをグラスでも飲めます。なんかおすすめあるんですか？おすすめはそうですね、ボルドー格付け1級のラトゥールなんていかがでしょう？
番組破産します。破産します。下手したら QAB も YouTube も破産します。もうこれは私だけの問題ではないです。もはやこれってさ、少しだけこうどういうものなのかって味見は可能だったりします。ですね、テイスティングはちょっとさせていただいてないんですけど、今日特別に。じゃあ皆さんはできないんですけど、皆さんにこれはいかなるものかをもう責任を持ってよ、もちろん責任を持ってプロとしてお伝えするために少しだけ、これもしかしたら僕手に持つの初めてかもしれない。だってこのインとかもね。お待たせしました。ラトゥールでございます。2014年ですね。11年前。お。いきます。深み、森の味、小鳥が聞こえてきた。なんかソムリエ気取りで、なんかすごいかっこいい。ソムリエ気取りで今表現が素敵。ちょっとソムリエのソの字もないけど、ただボルドー出身ってだけであってっていう感じなんですか。これすごいです。でこの格付けとかでも後ろ先見たんですけど、これ全部ボルドー格付けですよ。マルゴ、シャトーマルゴって聞いたことない？超有名で、サンジュリアもとても有名で、オーメドックもすごいよ。そしてアペリティフは飲むだけではなくもうつまみながらということなので、さっきこっそりちょっとチーズとハムの盛り合わせも頼みましたよ。おしゃれじゃないですか、素敵。じゃあ改めましてかなさん、今回ねフランスのあれこれいろんなもの見たんですけれども、僕は飲みながら聞きますからいかがでしたか？いや本当にフランスを旅してるかのようにリピートしたいところがたくさんありました。こういう場所にフラッと寄ったら、地元にちょっと帰ったという気分になれるのも僕も感じてるから、きっと沖縄の皆さんもフランスに来た気分になるんじゃないかなと思いますので、あとはね実際フランスに行った時はもうぜひ語学教室に通っていただいて、フランス語は僕は責任を持ってお教えしますので、お待ちしてます。それでは皆さん、アビアント See you シーサー。今日も沖縄の魅力をたくさん知っていただきました。うちなんちの私でも様々な発見がありましたよ。皆さんぜひチャンネル登録をよろしく。うにげーさびらうんじくみそうりよ。